こんにちは、音楽ジーザンです。今回はとても参加したかった廃線ウォークに参加しました。青春18切符の季節には毎回訪れている碓氷峠。いつもアプトの道を通って熊野平までは行っていたのですが、途中の眼鏡橋から山奥の方に見える信越本線新線の廃線を見て歩いてみたいなと思っていました。しかしなかなか参加することができず、機会を伺っていました。そんな矢先、青春18切符の終了間近にちょうど廃線ウォークが開催されていたので参加いたしました。帰りに峠の湯で温泉に入りたかったので、軽井沢から横川に向かうコースに参加しました。東京駅に到着です。出発からワクワクしています。高崎線行きの東京上野ラインのグリーン車に乗ります。ワクワクしすぎて緊張しながら座っています。高崎駅の近くに来たのでデッキに移動し、高崎駅の雰囲気を楽しみます。高崎駅に到着です。青春18切符で初めて改札を通るので、乗車駅証明書を渡して押印してもらいます。信越本線で横川駅から軽井沢駅に向かうと集合時間に遅れてしまうため、高崎駅から軽井沢駅は新幹線で移動します。高崎駅の新幹線コンコースに入るのは初めてなのでワクワクしています。蒸気機関車の前面のモニュメントもあり楽しめます。ホームに上がると北陸新幹線に通過され、かっこよさを見せつけられました。長いトンネルを抜けると軽井沢駅に到着です。今回はこの長いトンネルが使われる前に利用されていた横軽の信越本線新線の廃線跡を歩きます。軽井沢駅に到着しました。早速集合場所に向かうと数名受付を始めていました。案内板を見るとすっかり横川と軽井沢の間に線がありません。出発までしばらくあるので軽井沢駅の廃線になった横川側のホームを見ようと思いましたが、すでに撤去の工事が始まっていました。少し残念ですが軽井沢がさらに発展するのであれば仕方ないですね。では出発です。ツアーのウォーキングは初めての参加で緊張しました。軽井沢で記念碑を見ました。この記念碑は後で本物に会うことになるのですが、これはレプリカだそうです。旧軽井沢駅舎を見て進みます。早速廃線の入り口に到着しました。ヘルメットをかぶって出発します。廃線に進入です。線路を歩くのは初めてで感動しています。66.7 パーミルの勾配表のレプリカがあり雰囲気を高めてくれています。新碓水道の入り口です。警告看板の先に進めるのは楽しみです。トンネルスタートです。ちょっと架線が取られてしまっているのが残念です。入ってすぐにトンネルで補強されている部分がありました。ガイドさんの説明ではここのトンネルの上に新幹線のトンネルがあるために補強しているそうです。すぐに群馬県と長野県の県境に到達しました。最初のトンネルを抜けるとレールの周りは緑ですね。いくつかトンネルを過ぎると作業用トンネルがあり、そこから外に出ました。作業用にあったと思われる橋も落ち、廃線感が半端ないです。トンネル内には出口までの距離が書かれていますが、真っ黒な中でも見れる蓄光性のペイントがされていました。
今でも使えそうな校内電話もあり、これだけ綺麗だといつでも復活できそうな線路であると思いました。途中下り線から上り線へ移動できる場所があり、そこで見て回れました。線路もしっかりある中、上下線が移動できるのもこの廃線ならではと思います。ついついあっちこっちに移動してしまいました。何度かトンネルを抜けると、下り線が先日の台風で線路の下の砂利が流されて線路が浮いているところが見えてきました。横川側に進んでいくと、トンネルを抜けた後の緑がさらにうっそうとしてきました。途中信号を復活させて光らせていただいたので盛り上がりますね。光ることで廃線が復活した感がマシマシになりますね。とうとう熊野平に到着しました。熊野平は昼食休憩です。特製の峠の釜飯をいただき、座って食べようとしたところ、何か足首にうようよ動くものを発見。おお、これは昼ではないですか。ちょっと取ろうとしたのですが、なかなか手が届きません。ガイドさんに昼を取ってもらいました。大変ありがとうございました。自分の荷物のところに戻ってきたところ、靴の隙間から昼が入り込むところを見てしまいました。なんと昼は防水のはずの登山靴の外側から内部に入っているではないですか。靴下が真っ赤に染まっていました。あまり痒くないので、とりあえず振り払って特製の峠の釜飯を食べることにしました。食べ終わると熊野平のあちこちを見て回りました。おっと、忘れてはいけない。ここには軽井沢駅のレプリカの本物である薄日の峰鉄道の碑があるので見てきました。熊野平神社もあり、参拝し先に進みます。ここでちょっとした薄い峠の映像を見させていただきました。長編の本編も後ほどリンク先をいただき楽しませていただきました。しばらくトンネルを進んでフォトスポットでガイドさんに写真を撮っていただきました。デジカメをシャッターオンがしない電子シャッターモードにしていたので戸惑わせてしまって長時間ありがとうございました。目がねばしが見えるところに到達しました。ここに来れたことに感動しました。とうとう出口付近に来たところで昔の事故の跡がありましたが、負傷者がいなかったことは良かったです。トンネルを出ると出口の新薄井隧道の看板がありました。とうとう廃線ウォークも終わりです。トンネルを出るとゴールの峠の湯に向かいます。途中ボランティアの方々がうっそうとした森状態になっていた上下線の間をきれいにしていただいたので、電車が走っていた頃を思い出させていただきました。峠の湯でゆっくりしてから横川駅に向かいました。途中トロッコ列車の出発と重なったので、下側から見ることで迫力感を感じました。旧丸山変電所と鉄橋を通って風情を感じながら横川駅に向かいます。遊歩道脇の花々が廃線を際立たせます。鉄道文化村の脇では EF63 を見ることができ、いよいよ横川駅に到着です。毎年夏に富山のおじいちゃんの家に遊びに行く時に特急白山で行っていたので、峠の釜飯と薄い峠には思い入れがあり、ウォーキングできてとても良かったです。ソロ登山もよくするので、今度は薄い峠を登山で横川から軽井沢にチャレンジしてみようと考えております。いかがでしたか？興味がございましたらチャンネル登録をしていただけると励みになります。